コンケイクです。今回のテーマは、メンタルが沈んでいるあなたへです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回は、フォース集というスプレッドとオラクルカード1枚で占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。そうですね。メンタルが上がるようなですね、運気、そういう風な方に行けばいいなっていう風に占わせていただいたんですけれども、はい、その通りになっておりますね。結果の方から見ましても、今後はですね、運気が良い方向に参りますので、あなた自身のですね、メンタルも少しずつ回復していくのではないかなとは思います。はい。ではですね、1枚ずつお話しさせていただきますね。はい。では、過去です。ペンタクルの6の逆位置ですね。はい。過去はですね、あなたの周りに自分本位だったりですね、恩をあだで返すような人、そういう方がいらっしゃったので、それでですね、苦しまれていたのかなっていうところがございますね。やはりそういう方に振り回されるとですね、それだけストレスも溜まってしまいますし、気持ち的にもですね、胃が痛くなるような感じですよね。そしてその中でですね、お金のトラブルがあったのかなっていうところも感じられますね。うん、そうですね。その方かもしれないし、他のところかもしれないんですけれども、自分のお金がなくなるようなことですね。本来だったらもう少し今手元に残っているはずなのに、損失をするようなこと、そういうのがあったっていう風に見えてまいりますね。はい。はい。では次が現在ですね。戦車の逆位置になりますね。はい。今現在はですね、やはりメンタルが落ちてるっていうところもあると思うのですが、恐怖心からなかなか出発できずにいる状態っていうことでですね。そうですよね。今、それで閉塞感だったり、行き止まりにいるような感じ、自分はどこにも行けないんじゃないかなっていう気持ちになってらっしゃるのかもしれないですね。うん、そうですね。しょうがないですよね。そのあたりご自分がとても落ち込んでる状態でですね、よし行くかってなかなか行かないですよね。やっぱり次に向かうのも怖いですし、何かやりたいなと思ってもですね、億劫になってしまう。それをですね、無理に動かそうとしてもですね、やはり悪循環になってしまうっていうところもあるので、今ですね、無理に動く必要はないのかなとは思いますね。はい。はい。では次が未来ですね。未来ではどうなっていくかというと、運命の輪の正位置になりますね。はい。ここからはですね、運が巡ってきます。はい。そうですね。運命の輪ですからね。くるくるとあなたの運命が好転してまいりますね。はい。そしてその中で、ご自分のですね、中でひらめきですね。そういったものが湧きやすい。そのことによってチャンスをつかみやすいっていう風になっておりますね。はい。そうですね。運が巡ってくるっていうことは、それだけですね、あなたに良いことがたくさん降り注いでくるような感じだと思いますのでですね。その中でですね、やはり金運だったりですね、恋愛運だったり、お仕事運、いろんな要素があると思うんですよね。運命の輪っていうのはですね。その中で、ご自分が一番注目しているところが一番良くなるのかもしれない。全体的に良くなるのかもしれない。どちらにしてもですね、あなたにとっては良い方向に向かいますのでですね。今後はですね、少しずつでもですね、
心の落ち込みっていうのがですね、癒されていくのではないかなと思いますね。よかったです。はい。では次が周囲ですね。こちらがワンドの9の逆位置ですね。そうですね。周囲の方、当てにできない人、マイペースな方っていうのがいらっしゃる。ここはもしかして過去に関連するのかもしれないんですけれども、そうですね。現在がご自分がこう動けないという状況になってらっしゃるっていうのがあるので、もしかしたらやっぱりそっちの方に関わってくるのかもしれないですね。そうですね。自分自身がなかなか頼れる人がいない状況、そしてマイペースっていうのがですね、良い方向に行くようなタイプの人だったらいいんですけれども、悪い意味でマイペースっていう方もいらっしゃいますよね。ある意味自分本位に近い状況かなとは思うんですけれども、そういう方たちが周囲にいると、やはりあなたもですね、いろいろと動きにくいのかなとは思いますね。では、障害ですね。障害はどうなるかというとですね、カップのクイーンの逆位置ですね。はい。あなたのですね、お人よしさっていうのが関連してきてるのかもしれないですね。本来であればお人よし、優しいっていうことですから、いいことなんですよね。やはりそれだけ人にも好かれやすいですし、評判もいい。そういうところはあると思うんですけれども、ただその優しさ、お人よしさゆえに、周りにですね、いろいろ譲ってしまうっていうところがあるのかなっていうのがありますね。もっと自分自身を出していって、これは自分がやりたいんだとかですね、進みたいんだっていうところでも、やっぱりこう他人を気にしてしまうと言いますかですね、そういったところで、やっぱり我の強い方っていうのがいらっしゃるので、そういった方にですね、お酒にどうぞっていう感じで譲ってしまう。そして自分はあまりですね、良い方向に行けない、損をしてしまうっていうことになってしまうので、そうですね。優しさもですね、時にはですね、捨てて自分本位に動くっていうことも必要なのかもしれないですね。周りのようなですね、迷惑をかけるような自分本位な人っていうのはですね、良くないんですけれども、自分の目標のために、ある意味ですね、しっかり主張するっていうことは必要ですからね。はい。では、最終結果がどうなるかというと、ワンドの8の正位置ですね。はい。未来から運が巡ってくるっていうお話でしたけれども、ここからますますですね、追い風が吹いて、嬉しい展開を迎えていきます。そうですね。このワンドの杖に乗ってですね、ピューンと飛んでいく。もう、あなたに進むためにですね、追い風が吹いてますよっていう風になっておりますね。自分のやりたいことだったりですね、どんどんこう明るい気持ちになって動いていけますよっていうことだと思いますね。はい。そうですね、もうこれがですね、ご自分の心も変わってくるのかなっていうところが出てきてます。自分で月が回ってきたと実感できるぐらいっていうことになってますので、そうですね、あなたの周りがかなり変わっていくのかなと思いますね。それによって、あなたに月が回ってくる。最初は怖かったかもしれないですけれども、今後はですね、うまくやっていけるので、あなた自身にもちゃんとですね、自信満々になれる、自信がつくっていうことですね。はい。そうですね。あなた自身が、これからはですね、胸を張って進んでいけるような展開になっていくのかなと思いますね。はい。はい。では、助言を見てまいりましょうね。ソードのキングの正位置ですね。はい。自信を持って進めましょうっていうことになりますので、そうですね。やはりあなた自身の優しさ、すごく素敵なことですけれども、そちらよりはですね、自分がまずは自信を持って進んでいくこと、ちょっとでも強気になってですね、行くことが大事っていうことですね。はい。今はですね、進めないとは思いますので、今後ですね、運命の輪がぐるぐる回ってるぞっていう風になってきたらですね、はい。あなたのやりやすい時にですね、
進めていくっていうことが必要だと思いますね。はい。そして自分の気持ちを無視しないことですね。ここはもう重なる部分ではありますけれども、そうですね。本当はやりたいことだったり、したい、こうしたい、いろいろとあると思うんですね。ただ、それをですね、他人に譲ってしまうがゆえに、自分のですね、気持ちを結局押し殺してしまうことになる。それはやっぱり積もり積もってですね、落ち込みにつながるっていうこともありますので、そうですね、今後はですね、ご自分の言葉、自分の気持ちに耳を傾けることも必要だと思いますので、はい、もしよろしければですね、こちらの方に実践してみてほしいなと思いますね。はい。では、オラクルカードですね。はい。白が出ましたね。はい。それは癒すための時間で戦うためではありませんという風になっておりますね。はい。そうですね。こちらのオラクルカードさんの助言っていうのは、どちらかというと現在のところにかかるのかなと思いますね。はい。今はですね、戦う必要はないですよっていうことですね。もうご自分のお城がですね、やはり壊れてしまってる状況。だからこそやっぱり恐怖感じていたり、進めないんじゃないかなって思ってしまう。そういう時はしっかり癒していくっていうことが大事ですね。これはですね、別にサボっているとかですね、そういうことではないので、癒す時間、休む時間っていうのはちゃんと必要です。それから、ちゃんと進んでいける時間っていうのができてきますので、ですね、まずは心を休めてください。はい。それがですね、結局今後のあなたにとってのですね、運気をますますですね、押し上げていくことにもなりますので、はい。そうですね。はい。全体的なものを見ますとですね、やはり前半、今あなたが感じている状況っていうのは、お辛い状況っていうことになりますね。はい。ただですね、今後はですね、あなたにとってとても輝かしい未来が待っているっていう風になっておりますので、今はしっかり休んでですね、これから動くためにですね、いろいろと準備をしておくっていうのがいいかもしれないですね。はい。そして動けるようになったらですね、どんどんとチャンスが来るっていうことなのでですね、あなたのつかめるものっていうのがたくさんあると思いますので、はい、それを楽しみにしていてほしいなと思います。はい。それではですね、こちらの方、よろしければ参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果ですね。はい。そうですね。今後はですね、あなたの努力っていうのが報われてきてですね、だんだんと自分にとってですね、より良い未来の方に進んでいくという風になっておりますね。はい。ではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。はい。では過去ですね。カップの5の正位置です。喪失や失望に苦しんでいた時期っていうことですね。はい。そうですね。あなた自身ですね。人間関係だとかですかね。そういったことでですね、いろいろとあって、ご自分の中でとてもぽっかりとした穴が開いてるような感じ。苦しみですね。そういうところがあったのかなと思いますね。はい。ただですね、それであなた自身はですね、とてももう全てがなくなったのではないかっていうぐらいの悲しみに覆われてしまったと思うんですけれども、それで全てが本当に失われたわけではないっていうことはですね、思っていていただいたらいいかなと思いますね。はい。過去において、あなた自身が全てをなくしたわけではないっていうことですね。はい。あなたの中にいろんなものはちゃんと残っていますよっていうことです。はい。では現在ですね。吊るされ人の正位置ですね。ご自分の非力さを目の当たりにしてらっしゃるっていう状況ですね。そうですね。いろいろやらなければいけないこと、やりたいこと、人との関係とかですね、いろいろあると思うんですけれども、その中でですね、自分にできることって少ないなっていうふうに感じてらっしゃるんでしょうかね。うんうん。
それでいて、ちょっと今現在不調でいらっしゃる、メンタルが沈んでるってことはですね、いろんなところが不調にはなると思うんですね。体だったり心だったりですね、やっぱりつながってる部分があるので、ご自分の中でですね、うまくいかないなとかですね、体もうまく言うこと聞かないなとか、いろいろですね、あると思うんですね。そしてですね、そういう状況なので一人になりたいっていうことですね。そうですね。人とですね、うまく話せない状況、やっぱり自分が何もできないんじゃないかって思うとですね、人と話すっていうのも怖くなっていってしまいますよね。あとは自分と向き合うために一人になりたいっていうこともあるかもしれないですね。そうですね。やっぱり自分自身を見つめ直すっていう意味でもですね、一人になるっていうのは大事だとは思います。はい。はい。それでは未来ですね。ペンタクルのページの正位置ですね。今現在メンタル落ち込んでいらっしゃるので、どうなるだろうなって気になってらっしゃると思うんですけれども、今後はですね、あなた自身がですね、じっくりといろんなことに向き合える時です。はい。自分自身でちゃんといろいろとやれるっていうことですね。そしてあなた自身の努力がしっかりと報われますので、今後はですね、あなたがこれまでに頑張ってきたこと、そういったことをですね、存分に発揮ができるっていうことですね。はい。そういったことで、ちゃんとですね、周囲の人からも一目置かれるような感じになっていくと思いますね。またですね、前向きに進められるっていう点でもですね、勉強にもいい時期だと思います。あなたがもしスキルアップだとかですね、そういったことを目指していらっしゃる、何かいろいろとやっていきたいなと思っていらっしゃる。そうであれば、何か学ぶっていう時間を設けるっていうことも大事かもしれませんね。はい。未来においてはそのあたりがですね、とても向いておりますので、よろしければ進んでいってみてほしいなと思いますね。はい。では周囲ですね。カップのページの正位置ですね。はい。度量が大きい人、その人と親密になれる、そんな感じですね。はい。ですね。度量が大きいということはとても優しいっていうことですね。あなたが気にしてしまうようなことでもですね、いいよいいよ気にしないでっていう風にですね、優しく包み込んでくださるような人、そういった方がですね、周囲にいらっしゃるっていうことだと思いますね。はい。現在はですね、なかなか人との交流も怖いのかなっていうところがあるかもしれないので、今後ですね、あなたが前向きに過ごせるようになった時にですね、そういった方とですね、しっかりとお話ししてみてほしいなと思いますね。その方とじっくり親密になれるっていう風になっておりますので、そうですね。それは恋愛に限らずですね、他の人間関係に対してもそうなんですけれども、仲良くなれますよっていうことですね。はい。はい。では、障害ですね。ペンタクルの6の逆位置ですね。見返りを期待しすぎないことが大事というふうになっておりますね。そうですね。あなた自身が何かしらですね、優しくすると言いますか、気を使ってやったことでもですね、例えば、その人にとっては、やっぱりですね、感謝ってしてほしいですよね。だけど、人ってそれぞれいらっしゃるので、感謝されないこともある。やっぱり、お礼とかいいよとか言っちゃいますけど、やっぱり何もないと悲しいですよね。でも、そういう人もいらっしゃるっていうことでですね。見返りを期待しすぎないっていうとですね、なんか自分が嫌な人間なんじゃないかって思われるかもしれないんですけれども、そういうことじゃないです。人間としてですね、当たり前に、やっぱりですね、どうしても見返りを期待してしまうっていうのはあると思うんですね。なので、しすぎないっていうことですね。はい。そうですね。やっぱり期待してしまうと、相手がそれを返してくれなかった時に失望してしまう。悲しい思いをしてしまうっていうですね。どうしようもない。それはもう相手のその性格とかそういうところもあるので、それを期待してもしょうがないっていうところがあるんですよね。だからですね、もちろんそれでちゃんとお礼を返してくれたり、あなたがやったこと
の分だけ返してくださる方もいらっしゃると思うので、そういった方を大事にするっていうだけでいいと思いますね。うん。です。それを、あなたのやってきたことを当たり前のようにして、お礼も言わない、何もしない人たち、そういう人たちにですね、いちいちショックを受けているとですね、あなたの心が持たないので、そういう人たちは、もうそういう人たちなんだと思って、もうそれでですね、さっと離れていくっていう風にしていくのがいいと思います。はい。はい。では最終結果がどうなるかと言いますとですね、ソードの5の逆位置ですね。はい。そうですね。この最終結果になりますと、人との喧嘩に注意っていう風になっておりますね。はい。長引くかもしれないっていうことなので、思いやりを持って接しましょうっていうことになっておりますね。はい。必ず喧嘩をするかっていうとそうではないとは思うんですけれども、万が一争い事になった時はなかなかですね、お互いに自分の意見を曲げられなくって長期戦になってしまう。そのままドロドロになってしまうというか、あまりいい展開にはならないので、喧嘩はできるだけ避けましょうっていうことですね。そうですね。どうしてもイラってくることってあると思うんですけれども、そこでですね、一旦一呼吸を置いていただいて、怒りをちょっと持続させないようにしてですね、その方とですね、距離を置いてみるとかして、喧嘩を避けるっていうことをしてみた方がいいと思いますね。はい。そしてですね、その中であなたを裏切ってる人や、ひどい人が明るみに出るっていうことなので、これですね、最初はですね、そういう人が現れたっていうことにショックを受けるかもしれないんですけれども、そのままずっとですね、続いていくと、結局あなたにとって悪いことしか起こらないので、明るみに出たっていうことが大事なんだと思いますね。はい。そこに注目していただけたらと思います。はい。その分かることで、相手をですね、切り離すことができる。離れることができますね。はい。もうその人とは一切関わらないっていう風にできますので、それはですね、ちゃんとあなたが判明するっていうことが大事っていうことだと思いますね。です。これが決して悪いわけではないと思いますね。はい。それで、あなたにとって真の人間関係、真の優しい人間関係、自分にとってより良い人間関係はここだったんだなっていう風に気づくっていうこともできると思いますので、ですね。では助言ですね。カップのキングの正位置ですね。はい。味方が近くにいるはずです。その通りですね。周囲の方でですね、とても優しい方がいらっしゃるっていうことなので、あえてですね、その時に一人にならずに、そうですね、味方がいるっていう風に、心強い気持ちでですね、進んでいってほしいなと思います。はい。そしてですね、自分の感覚を大事にしましょうっていう風に出ておりますので、この人危ないなって思った人は、大体ですね、ひどい人だっていう風に思っていただいて大丈夫と思います。そして、この人好きだな、優しいなって思った人、そういった方っていうのは、やっぱりあなたにとっていい人なんだと思いますね。はい。あとはそうですね。やりたいことをやりたい時に、今だと思った時にやってしまう。それが自分の感覚を大事にするっていうことだと思いますね。はい。まずは自分の中で、これがいいタイミングじゃないかとかですね、そういう風に探ってみてほしいなと思います。はい。はい。では、オラクルカードですね。フェニックスです。はい、不死鳥ですね。末永く幸せになるためにどうしますかっていう風になっておりますね。はい。そうですね。疑問形になっておりますけれども、あなたが末永く幸せになるために、あなた自身はどうしますかっていう風に考えていくっていうことが必要なんだと思いますね。それプラス自分の感覚を大事にするっていうことですね。はい。そうですね。自分の直感っていうのはやっぱり大事ですからね。その中で、計画もしっかり立てようっていうことですね。だと思いますね。
せっかくならですね、あなた自身の末永い幸せのためにですね、動いていきましょうと、それを意識していきましょうっていう言葉ですね。はい。そうですね。やはりですね、今は無理はしなくていいです。やっぱりちょっと不調っていうところもあるので、体も心も休めること、それが大事ですね。で、その後ですね、あなた自身がいろいろと頑張ってきたことが、ちゃんと他人に見てもらえたりですね、評価されたりとかですね、そういったことになっていくと思いますのでですね、そこからしっかりと自分自身で動いていっていただければと思いますね。はい。そしてあなた自身にとって、影響がある悪い人ですね、そういった方ともですね、ちゃんと分かっていって離れられるっていうことになりますので、とても前向きな気持ちで進んでいっていいと思います。はい。結局はですね、あなたの周りに自分にとって良い人しか残らないっていうことだと思いますので、はい。そうですね。よろしければですね、こちらの方を参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果ですね。はい。C の方、今後はですね、ご自分と誰かね、人間関係がうまくいきそうな感じですね。はい。そしてですね、金運がかなり良さそうな感じ。はい。そんな予感がいたしますね。では、1枚ずつお話しさせていただきます。では、まず過去ですね。カップのクイーンの正位置になります。あなたの勘が信頼できていた時っていう風になっておりますね。はい。過去のことなので、思い返してみて、こうだって、そうだったかなっていう風に思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そうですね。あなたの直感が、これはいいことなんじゃないかっていうことがあっていたり、これはもしかして悪いことかなって避けたことが悪いことだったり、そういう直感ですね。はい。そういうものがちゃんと発揮していたっていうことになっておりますね。そして愛情深さを発揮できる時期でもあったっていうことで、あなたのですね、優しさだったり、そうですね、人に対する愛情、そういったものをですね、しっかりと注ぐことができたっていうことですね。はい。では、次が現在ですね。ペンタクルの9の逆位置ですね。はい。今がやはりメンタルが沈みがちっていうところだとは思うんですけれども、そうですね。やはりカードさんでも悪い考えにとらわれがちになっているっていうふうに出ておりますね。そうですね。やはりネガティブな気持ちになってしまいますよね。何か別に何もなくても、やっぱり良くないなって思ったりとかですね。進みたくないなとか思ったり、自分悪いことしたんじゃないかなっていうふうに、人とのつながりとかもですね、やたら気になってしまったりとか、そういうことあると思いますね。そして、その悪い考えにとらわれてしまうからこそ、実力を発揮できないっていうところがありまして、そうですね、そうなってくると、結局、自分の考えだとか、そういった方にとらわれてしまって、本来だったらあなたの素晴らしい実力ですよね、力。はい。ちゃんとした能力があるはずなのに、それが発揮できないから、また自分はダメだったっていう風になってしまうっていう、そういうものはあるかもしれないですね。ただ、メンタルが落ちてる時にですね、頑張るぞってできるかっていうと難しいのでですね、そこは無理はしないでいただきたいなと思いますね。はい。はい。では次、未来がどうなるかっていうとですね、カップの6の正位置ですね。人との会話を心から楽しむことができるようになりますね。はい、よかったですね。人間関係の方はうまくいきそうな感じですね。はい、今後はですね、あなたの心を開くっていうことができやすいのかもしれないですね。もともと愛情深い優しい方っていうのもあるので、それに惹かれてですね、近づいてくる人っていうのはたくさんいらっしゃると思いますね。そしてですね、やはりここも重要かなと思うんですが、金運もありそうなんですね。そうですね。ここのカップで、これは花が覆われているような感じにはなるんですけれども、この花をですね、お金と捉えるといいかもしれないですね。カップに
ポンポンポンと入ってくるような感じですね。はい。あなた自身に恵まれていくっていう風になっておりますので、ですね。ちゃんとお金も入ってきますよっていうことですね。では、周囲の方がどうなるかっていうとですね、月の逆位置ですね。本当の気持ちを話せる人がいらっしゃるっていうことですね。ここは未来につながってくるかなと思いますね。はい。ちゃんと話せるからこそ、相手と会話が楽しめるっていうことですよね。そうですね。やっぱり本音で話せるって大事ですものね。このお月様のような優しい光でですね、導かれるんですかね。その人としっかりと腹を割って話せるような感じですね。それだけ安心できるっていうことなので、人間関係もより良いものになっていくっていう感じがしますね。はい。はい。では、障害はですね、どうなるか。星の正位置ですね。理想が高すぎて届かないかもしれないということなので、そうですね。まず目指しているものが何なのかっていうのをですね、しっかり考えていただいて、そこにですね、確かなデータが必要っていう風になっておりますね。ただ理想が高すぎるだけだと、結局ですね、そこにたどり着くまでにものすごく時間もかかりますし、もしかしたらですね、本当に届かないかもしれない。そうなってくる前に、まず、これに行き着くまでには何が必要なのかっていうですね、データですね。例えば人の体験談とかでもいいですし、いろいろですね、調べるところっていうのはあると思うんですよね。そういった自分の目標にしっかりと届くための確かなものが必要っていうことになっていきますね。そうですね。自分はダメだっていうふうにですね、思ったりするっていうのは、もしかしたらご自分が今目指してる目標とかですね、やらなきゃいけないっていうことが自分の思ってるよりもかなり高いところにあるのかもしれないですね。そこをちょっと一回思い返してみるといいかもしれないですね。少し階段みたいなものを下げていくと言いますか、自分が登りやすいようにしていくっていうことも必要だと思いますね。はい。はい。では最終結果がどうなるかっていうとですね、ワンドのエースの逆位置になりますね。はい。予定が延期や中止になるかもしれません。そうですね。何かやらなければいけないこと、そういったことがですね、延期だったり中止になりやすいっていうことですね。はい。その中でですね、中止になったから、延期になったからって言ってですね、がっかりするだけではなくて、できる範囲の目標を作っておくことが大事っていう風になっておりますね。ここは星の聖地につながってくるかもしれないですね。できないから諦めるではなくて、自分の中でできる範囲をまず目指していくっていうことが最終的には必要ですよっていう風になっておりますね。はい。そしてですね、少しちょっと、ハードルが高いかなっていう、難しいかなっていうところはあったかもしれないんですけれども、その中でもですね、お金は順調に貯まりやすいっていう風になっておりますね。はい。あなたのやるため、何かいろいろとしたいことだったり、そういったことのためにですね、お金はちゃんと貯まっていきますね。そこでですね、油断して、また散財してしまうと大変なんですけれども、おそらくそのあたりは大丈夫だと思いますね。ちゃんとですね、あなた自身がお金を大事にできる方かなっていうのは、カードさん見てても感じられますので、しっかり順調に貯めていければですね、そのまま、大事にしていただければと思いますね。はい。では助言ですね。こちらが死神の逆位置ですね。未練は自分自身を苦しめるだけなので、捨ててしまいましょうということになっておりますね。そこから思い切って次のステージへ行きましょうというふうになっております。そうですね。やはりここもあなたの理想とか目標とかそっち方面に行くのかもしれないですね。たとえ延期だったり中止になったとしてもですね、そこにずっと執着するのではなくって、それは捨ててしまって自分の新たなところに行きましょうということですね。そこがですね、あなたの活躍の場になる。そういうことだと思いますね。だと思いますね。できる範囲の目標ができることでですね、
ちゃんとあなたができていくっていう自己肯定感がですね、上がっていくのではないかなと思いますね。メンタルはですね、沈むっていうのはやっぱりできなければいけないことができないっていう風にですね、思ってしまうっていうことも一つの原因だと思うので、そうですね、そのハードルを下げてできることを増やすことで自分への自信につながっていくっていうこともできると思いますね。はい。そうですね。まずですね、未練を捨てる。はい。そして次へ行きましょうっていうことです。はい。はい。では、オラクルカードですね。フェザー。はい。羽ですね。判断する前にまず考えましょうという風になっておりますね。はい、そうですね。やっぱりいい話とかがあったりすると、やりたいっていう風に言ってすぐ答えてしまったりとかあるかもしれないんですけれども、まずは考えて、本当に自分に行ける場所なのか、行けるところなのか、進めるところなのかっていうことですね。そういう風に考えていただくのが大事っていうことですね。ね、結局ですね、あなた自身がものすごくそこに行きたいと思ってもですね、後でこんなはずではなかったっていう風になってしまったり、やっぱりメンタルが落ち込んでしまったり、そういう風になってしまうかもしれないので、まず冷静に考えていただいて、そこに進むために本当に自分の実力が足りているのかとかですね。ですね。もうちょっと前段階で進んでいった方がいいのではないかとか、いろいろと考える必要があると思いますね。またそれが本当にいい話なのか、ただただ美味しい話に捕まってしまってないかとか、そういうことも考えた方がいいかもしれないですね。はい、そんな感じになりましたね。そうですね。やっぱりですね、今が悪い考えになりがちっていうところがあったのでですね、うまくいかないんじゃないかって思ってしまうかもしれないんですけれども、この後はですね、金運がかなりいいっていうことなので、まずはそこを安心していただければと思いますね。はい。そして人間関係も良くなっていきますし、あとはご自分の目標をですね、しっかり考え直していただく。ご自分の目標を考え直していただくとですね、地に足のついた進み方ができると思います。はい。なのでですね、こちらよろしければ参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。